はい、どうも、ゆういちろうです。今、社会で求められている価値、デザインを正しく学ぶための YouTube、ゆういちろうデザインカレッジ、今回も始めたいと思います。今回、デザイナーとして抜きんでる存在になるためにはというタイトルですが、本物の優れた、稼げるデザイナーになるために必要な条件というものを今回お話ししていきます。自分としては職業柄、ウェブデザインとかグラフィックデザインとか、UI とかエディトリアルとか、ロゴとかの、いわゆる平面系のデザインワークっていうものをメインに、ひいてはですね、UX 系の体験とか、課題設計とか、分析とか、情報設計のアプローチのデザインっていうものを対象にお話ししています。早速ですが、デザイナーとして抜きんでる存在になるためにはの条件としては以下。一つ目、いいデザインを見まくる。二つ目、ロジックは抑えておく。三つ目、良い先輩、見本となる人を見つけて思考と表現を真似しまくる。四つ目、試して改善しまくるということです。解説していきます。まず一つ目のいいデザインを見まくるというものに関しては、これは皆さん当たり前のようにやる方はやってるんですが、実はできてないデザイナーというのはよく、陥りがちな問題ですね。何も参考にせずに、何も見ずに、とりあえずがむしゃらに作ってみて、結果全然できてませんとか、何ができてないかもわかりません状態の人ですね。これっていうのは当たり前なんですね。向かうべきクオリティがどこにあるかもわからないのに、いいものっていうものは作れるはずがないですと。向かうべきクオリティは、今で言うともうネットで簡単に手に入ります。グラフィック、ロゴ、エディトリアル、写真、サイト、アプリ、UI、プロダクト、イラスト、カラーリングなどですね、アウトプットされて市場に出ているデザインっていうものは、いわゆるデザインのまとめサイトとか、ギャラリー系のね、サイトとか、デザイン系の SNS とかで、いくらでも出てますと。例えば、このようなものですね。ピンタレストとかドリブルとか、インスタもそうですね。とか、ギャラリーで言うと、S5 スタイルっていうサイトと、ここにざっと並べたものが、有名なもので言うとあるんですが、あとはまだまだあるんですが、例えばこんなようなサイトを、参考にするととてもいいですね。これ系のサイトっていうのは Web で参考にするべきサイトみたいなもので、いくらでも、転がっているので、そういうまとめサイトも参考にしてもらったらと思います。一昔前というか、僕が新人時代とかはですね、書籍で学ぶってことが多かったんですが、いいデザインっていうものは書籍で学ぶってことが多かったんですが、今はね、ほぼネットで学ぶことができますね。ただし、ネットっていうのは、玉石混合なので、書籍のようにね、編集されたガチガチ人の目が入ったものではないので、良くないものっていうのは、あるので、それは参考にしないでは欲しいです。ピンタレストなんかはね、ジャンル問わず質の高い表現でも結構多いので、こういうものをね、毎日見るのがいいですね。自分は新人の頃は、昼休み、自席でですね、弁当食べながらひたすらギャラリーサイトをずっと見倒してましたね。あとは、見るだけじゃなくて、模写するってことも大事ですね。実際イラストレーターとか、フォトショップとか、スケッチとか、XD とかを、駆使して、ツールを使って、全く同じに作ってみるですね。いいものを同じように、全く同じに作ってみると。そして、なぜそういう表現になっているのかっていうものを細かくですね、テキストとか、フォントとか、カラーとか、レイアウトとか、ジャンプリスとか、どこに遷移するのかとか、いろいろね、見た目のデザインだけじゃなくって、どういう作りになっているのかっていうものをね、見ていくのはすごく大事ですね。ごめんなさい。ジャンプリスっていうのは、要素の大小の比率のことですね。例えば、グラフィックとかで言うと、レイアウトだけ取ってみると、鉛筆でですね、この現実のね、紙に鉛筆と紙で、ささっとね、書いてみるのもいいですね。僕とかで言うと、新人時代ですね、例えばエディトリアルのレイアウトを学ぶために、参考書を買って、エディトリアルの参考書を買って、掲載されてある、実際のページレイアウトですね、っていうのをすべて鉛筆で模写してましたね。めちゃくちゃ時間はかかったんですが、かなり基本のレイアウトっていうのを体に叩き込めたかと思いますね。これっていうのも結構夜中に実際ね、デザイン事務所、デザインの会社終わってから夜中に帰ってきて、眠い中でもかなり深夜にずーっとその作業を続けて、それを毎日続けてっていうことはやってましたね。
ね。そういう、なんでしょうね。いわゆる筋トレみたいなものっていうのは、初めの頃ってすごく大事で、後々ね、かなり効いてくるものになるんで、一回トライしてみてもらいたいですね。で、構成とかね、文章とか、その見た目のデザインだけじゃないものを意識しだしたらですね、いわゆる UX の文脈っていうのも近づいていきますね。このあたりまた後日お話しするんですが、いいデザインっていうものは、いい UX がついているものなので、ね、デザインの幅っていうのは、いわゆる狭い、意味でのデザインから広い意味でのデザインっていうものにどんどん広がっていけるのかなっていうところは、思っております。はい、2番目、ロジックは抑えておくっていうところ。狭い意味でのデザイン、つまり表現に落とし込むときっていうのは、感覚とかセンスっていった要素がね、かなり大きくなってきます。広い意味でのデザインっていうのは、ほぼはね、ロジックで落とし込んでいくんですが、アウトプットするときっていうのは、狭い意味でのデザインっていうものにアウトプットするときっていうのは、必ず感性が入ってきますね。で、その時見失いがちなのが、アウトプットの際のこのロジックですね。わかりやすいところで言うと、カラーリングとかですね。赤は情熱的、注意喚起する印象に仕上がりますと。青は冷静とか安心とか安全な印象に仕上がります。とかいうね、色による印象を左右するロジックっていうところはね、押さえておきたいところ。で、あとは例えば、細いラインは繊細さを表したり、太いラインは大胆で力強い、印象を与えたりとか。あとはジャンプ率を上げる。つまり要素の大小差を大きくすると、ポップな印象になりますと。逆に差を小さくして、同じ比率のようなものを、綺麗に並べると、スタイリッシュな印象になりますよとか。要は、こういう表現をするとこういう印象を与えるっていったロジックを一通り押さえておくってことが大事ですね。そうすることで表現する際の迷いっていうものも減りますし、あとはですね、自分のデザインを他人に説明するときに、すごく役に立つと。他人に説明しやすくなる。つまり、プレゼンの質が上がるってことですね。なんとなくかっこいいんですっていう説明じゃね、誰も理解してくれないですからね。ここめっちゃ大事なところですね。はい。で、3番目、いい先輩、見本となる人を見つけて思考と表現を真似しまくる。上級にはなるんですが、いわゆる心のメンターを見つけておくことが大事ですね。ネット上でいいものを見つけて真似るっていう話とはまた別に、クリエイターとして尊敬できる人を常に心の中に住まわせるってことなんですね。これっていうのは必ずしも職場の先輩でなくてもいいです。どこかの動画で見た AD とか、デザイナーとか、CD とか、別にクリエイターじゃなくたって、営業でも、マーケターでも、誰でもいいですね。顔とか声とか見たことも聞いたこともないような人を心のメンターにするのはちょっとやめた方がいいですね。なぜなら、具体的にイメージができないからですね。要は、何か問題が起きた時に、あの人ならどうする？なんて言うだろうとか、どう立ち振る舞うだろうとかっていうイメージがすぐできるようにしておくことですね。これによって決断っていうものが一瞬でできるんですね。人は決断することにものすごいエネルギーを使うんですが、これね、スティーブ・ジョブズとかもね、実際言ってやることなんですけども、そういう時に心のメンターがいることで、その決断するためのエネルギーをなるべく少なくできるんですね。ちょっと難しく聞こえるんですが、やってみるとね、簡単です。感性っていうのは自分で磨くべきなんですが、こういうふうに迷った時の決断っていうのは、心のメンターで、要は他人ですね。心のメンターっていう他人に任せる方が早いんですね。そういう考えで仕事に臨むと早く成長するっていうことですね。はい。で、4番目。試して改善しまくる。これはね、上の1から3番をやった上で、もう実際作りまくる。検証しまくる。試行錯誤しまくる。ということですね。デザインっていうのは色と形を表すものじゃないですね。デザインっていうのは対象を観察し、問題を発見し、問題の本質を掘り下げ、解決のための設計を行うことなんで、これらの行為を繰り返し試行錯誤するっていうことで、デザインの質っていうのが上がっていきますと。デザインの質は逆に言うと試行錯誤の数で決まるんですということですね。今後、社会においてデザイナーを含むクリエイターはますます重要な位置づけになってきますと。なので、質の高いデザイナーと全国の皆さんがデザインのあり方を正しく理解されることを願って、僕も努力しておりますので、はい、どうぞよろしくお願いします。次回ですね、どうやったらデザイナーとして、お金を稼いでいけるのか、いいお金を稼いでいけるのかっていうところら辺をね、話をできたらと思っております。はい。ではまた面白いと思った方は登録の方をお願いします。ではまた。